はい。それでは、TOEIC と友太郎の、海外生活の奇跡、パート2いきたいと思います。パート1の内容については、パート1見てください。リンク貼ってあるんで。で、その2010年に、12月に TOEIC 受けて625点で、その後ね、2012年ぐらいまでその同じ会社で勤めたんだけども、ちょっと運悪くですね、その会社がドイツの会社だったんだけども、部門を別の北京とコスタリカ全然違う国にこの仕事の事務所を移す、もっとコストが安いからということで、会社が解散になっちゃったね、私がいた部門が。だから転職しなきゃいけないっていうことになって、その時2013年だったかな、実際に転職したのは。で、今度はちょっと日系の会社、本当は嫌だったんだけど、日系の会社で、ただその日系の会社は、それまでのコールセンターの会社とは違って、英語を使う頻度っていうのは、100点中45点ぐらい、随分アップしてたのね。シンガポールの病院とか学校とか館長にちょっとお電話していろいろ書類をもらったり資料をもらったりっていうようなことを交渉しなきゃいけない、その電話の業務があって、それは全部英語だったのね。で、E メールのやり取りも、英語になるんで、英語を使う頻度っていうのは、格段に上がりました。で、その時私、シンガポール人と今まで付き合ってた彼女とも結婚して、で、子供も生まれて、永住権をもらってたので、PR って言うんだけど。PR もあって、英語もそれなりに上達625点とはいえね、上達したからいけるだろうっていうことで、その会社に転職したのね。で、その会社で2013年から2017年末ぐらいまで、勤めたんだけれども、その2017年のね、6月ぐらいかな、また TOEIC を受けました。で、その時の点数が745点だったね。だから、日本を出るって決めた2009年の頃250点でしょ？で、2017年の6月で750点ぐらいなんで、だいたい500点はアップしてんだけど、ただ745点とはいえ、ちょっとまだ足りないなと。で、自分の目標は900点ぐらいっていうふうに思ってたんで。ただ、ちょっとどうしてもその日系の会社だったから、その部長がね、パワハラ気味だったのよ、俺に。で、ある日俺がブチ切れて、事務所で喧嘩しちゃって、もう仕事変えたいなっていうことで、次2017年の末から、また仕事を変えて、今度もう本当にバリバリの外資で、広告の会社なんだけども、で、そこのね、今度英語使う頻度っていうのが、お客さん自体は日本人なんだけども、完全に外国人に囲まれて働くことになって、会社の社則とか全部英語で書かれてるし、業務のどういう風に進めていくのかっていうのも全部英語だし、何より初めの研修とか、その新人の理解度テストっていうのも全部英語だったのね。だから英語を使う頻度っていうのは今度75ぐらいになったかな、100点中。随分と英語を使う頻度は増えたのね。で、給料も上がったんだけれども、そこの2017年にそこの会社に入って、2020年ぐらいにね、もう一回 TOEIC 受けたんですよ。で、普段嫁さんと英語で喋って、で、その時もずっとその図書館でですね、本を毎週2、3冊借りてきて、読んで、で、その時もまだ、量は減ったけど、まだ英語の日記っていうのもほぼ毎日つけてたのよ。で、ラングエイトとかに投稿するじゃない？で、それ添削してもらってっていうことを、その時もずっと続けてたのね。で、その時に、最後2020年ぐらいに受けたのが、890点ぐらいでした。で、その当初の目標である900点ぐらいに達したからもうそれ以降は受けてないんだけれども、だからそう考えると2009年から2020年までもう10年以上、もう本当に一時期はさ、初めの数年、3年4年ぐらいは、おそらくもう日本の中で一番英語を勉強してたんじゃないかっていうぐらい必死にやってたんですよね。で、それで10年近くやってようやく900点までたどり着いたんですね。で、これ言っときますけど、TOEIC のために私勉強したことは一回もないんですよ。毎日英語を書いて読んで話して聞いてっていうことを繰り返して、TOEIC 対策はせずに TOEIC を受けて10年以上経ってようやく900点までたどり着いたっていう状況なんですね。で、そっからまた今の会社に転職して、今も外資系なんですけれども、だから俺が言いたいのは、結局語学力ってどんなに勉強してもね、ほんと徐々にしてしか上がっていかないし、本当に毎日地道な積み重ねがあって、初めて上達できるものなんですね。だから、よくオンラインとかでも見かけるんだけど、日本の本屋とかでもあるじゃない？半年で500点アップとか、
1年で900点、トイック900点まで行くみたいな、ああいう歌い文句とか、広告とか、触れ込みっていうかね、大っ嫌いですね。あんなこと俺はあるわけないと思うし、で、私、F ランク大学で学はないけれども、それでも英語に関しては、自分なりのいろいろ試行錯誤があって、最も効果的であると思われる練習っていうのを何年も続けてきて、こういう10年以上かかってるわけですよね。ある程度自分の目標に達するまでは。だから今海外でですね、一生懸命語学勉強してる人いると思うんだけど、ほんと毎日、全力は、尽くしてほしいし、諦めてほしくないんだけど、どうしても時間がかかるっていうのは、心に留めておくべきかなと思います。ただほんとね、俺の場合なんだけど、やっぱ語学勉強すると、日本に住まなくても良くなるし、海外の外資系だと日本の会社よりも明らかにお給料いいし、何よりそれまでの俺の F ランク大学のコンプレックスとかいろいろあったけれども、もう今では特に日本のね、有名私立大学とか出てる人たちに全く私は劣等感も何も感じなくなるし、そういういろいろな利点っていうか報酬っていうか、それはものすごい感じるんで、今ね、X でもすごい、私お問い合わせ受けるんですよ。海外に脱出したいとか、もう実際に海外に行って英語勉強しててもっといろいろアドバイスくれとかですね、そういうお問い合わせもたくさん受けるんですけれども、そういった若者には、絶対に諦めずにですね、挑戦し続けて夢を掴んでいただきたいなと思います。というわけで、海外に生きる、シンガポールに生きる電話の神友太郎のですね、生活と TOEIC の変粋をお伝えさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。若者の皆さん頑張ってね。